大きくなったらキムタクになると思っていました。ヘビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンが子供から大人になる過程というか、様子ご覧いただきたいなと思います。ベビーですね。多くのペットショップ、爬虫類ショップ、ボールパイソンショップで販売されているのはこのベビーというサイズが主なんじゃないかなと思います。毎年毎年たくさんのボールパイソンが日本や世界で生まれますけれども、その年に生まれた子が販売されていくということがとても多いですね。でベビーっていつまでなんですか、何グラムまでですか、何ヶ月までですかっていう質問も結構多いんですけど、これがですね、境界線が特にあるわけではなくて、これぐらいならベビーだろう、これぐらいならヤングだろう、これぐらいならアダルトだろうっていう、なんだろうな、目分量かなと思います。ですね、ベビー、赤ちゃんですね。あとはヤングって言われるのは若者、そしてアダルトになると大人になるわけですけど、アダルトは繁殖可能サイズになったらと考えることが多いように思います。オスで言うと 800g オーバー、メスで言えば 1500g オーバーぐらいになるともうアダルトっていうことが多いかなと。それにちょっと足りないと、ヤングアダルトとかもうちょっとだねみたいな、あと 600g のオス、1000g ぐらいのメスとかだと、まだヤングアダルトかなっていう感じがします。この子はですね、メスなんですけど、スーパーパステルアザンスパイダーのメスですね。販売中ですが、この子はもうヤングですね。もうベビーではない、赤ちゃんではないが大人でもないということでヤングベビーですね。生まれたばっかりのこれは半分ぐらいのサイズ感だったりします。ベビーね、体重でいうとね、この子だと100数十グラムっていうところだと思いますが、生まれた頃は50、60、70みたいなサイズ感かなと思います。フルアダルトだと3キロぐらいになりますね。ボールパイソンのベビーっていくらですかっていうふうにご質問いただくことも多いですけれども、それはもうモルフという種類によって千差万別なのでなかなか一概には言いにくいところがありますが、ノーマルのボールパイソンのベビーだと大体1万数千円からお迎えすることができるんじゃないかなと思います。ちなみにこの子はエンチポッシブルバニラパイボールという種類で13万8000円になっています。で、小さい頃の方がよく脱皮します。小さい頃の方がよく排泄をします。小さい頃の方がよく餌を食べます。これぐらいのサイズだと週に1回、もうちょっと小さいと3、4日に1回ぐらい餌をあげることが多いです。ヤングぐらいになってくると10日に1回ぐらいでもいいかなっていうふうになっていって、フルアダルトになると月に1回でもオスの場合は十分。どれぐらい大きくしたいかによるんですけど、メスだったら3キロぐらいあったらいいかなと思うので、食べる分週に1回10日に1回あげてもいいかなと思うんですけど、生命維持とかに、あと普通の飼育に関してはアダルトになると月に1回ぐらいでも全然十分なんじゃないかなと思います。全然十分、個体によるか。もうちょっと食べてもいいけど月に1回ぐらいでも安定していくかなと思います。とにかく赤ちゃんなのでベビーの方は多くて3、4日に1回、一番多い時期で3、4日に1回、ちょっとしっかりしてきたなって、これぐらいになったなと思ったら1週間に1回っていうのがいいんじゃないかなと思います。そうですね。もうこれも本当に一概には言えないですけど、じゃあ何グラムぐらいになったらベビーじゃなくなるのっていうところで言うと、300あったらもうベビーっていう感じはしないかなと思いますね。で、大きくなるスピードっていうのも、どれぐらい餌をあげるかによって変わってきて、たくさん食べる子は早く大きくなるし、あんまり食べない子はなかなか大きくならないしという感じで、ボールパイソンは月齢とか年齢とかよりも重さですね、何グラムなのかっていうことが大事にされることが多いので、いろんな判断の基準にされることが多いので、お迎えされるときは体重計を測って記録を取ってあげていくようにしてください。爬虫類ショップとかペットショップでボールパイソンの販売時によく見かけるのはベビーサイズだというお話をしたと思うんですけれども、初めてボールパイソンを買われる方はベビーじゃなくてヤングぐらいあると安心かなと思います。やっぱ小さい時って体も成長の途中にあって不安定だったりするわけですね。病気になっちゃったりとか、あるいは原因不明で亡くなっちゃったりっていうこともないわけではないので、そういうのが一通り落ち着いてくるヤングぐらいから始めても、飼育を始めても全然良いと思います。赤ちゃんが欲しいんです、ベビーから飼いたいんですって方すごく多くて、よくその気持ちは本当によくわかるんですけど、
ヤングぐらいの方が安心ですので、お迎えされる時は一つの参考にしていただければなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンのベビーってどんなもんなのかっていうお話と、ベビーからヤングからアダルトに移り変わっていくサイズ差の様子についてお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。